元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。今回は前回この棚を制作した時にトリマーを1回で深く掘る作業をしたんですけど、それを安全に加工するためのアイテムをご紹介します。ルーターと違ってトリマーは軸が細いので、一気に深く掘る無理な作業はなるべく控えた方が安全です。通常だと3ミリから5ミリぐらいを1回の切削量とする方が良いかなとされています。最終的に加工したいのが深さ12ミリだとします。で、これをじゃあ3回に分けて切削しましょう。これが加工するのが1枚であればいいんですけど、3枚4枚同じ深さで掘りたいよっていう時、毎回これでずらしてたら微妙に深さが違ってしまうことがあります。そうすると加工の精度が落ちてしまったりばらつきが出たりってことになりかねないです。で、それを防ぐためにどうすればいいかっていうのが今回の便利アイテムです。じゃあこれを3段階の深さでどうすればいいかなと思って最初考えたのがアクリルのプレート。これを2枚3枚重ねて外していく方法を考えました。それをやるためには毎回このネジをつけたり外したりっていうのをしないといけない。でこれもなかなかの手間だなと思いました。それで今回考えたのが塩ビパイプとバンド。これでストッパーを作ってしまおうと考えました。私の持っているこのトリマーがだいたい66ミリぐらいの太さです。で、それに対して用意したのがこちらの塩ビパイプ。これが VU65 のサイズになります。ただ65ってあるんですけど、実際ここの内径は71ぐらいあるので、これを一部使います。それとステンレスのバンド。これが65ミリ前後をカバーするタイプ。これを使います。このバンドだけでやってもいいんですけど、バンドに差ができちゃうので、まっすぐちゃんと当たった方がいいかなと思って、バンドのみではなくて、塩ビパイプを使って留めるタイプにしました。使うのは、ここの1センチから15ミリぐらいなんですよね。で、そのために、この2つを購入すると、これでだいたい、ホームセンターで1600円とか1700円ぐらいします。ちょっともったいないので、ご自身の持たれてるトリマーのサイズに合う、一番近いものを探されるか、設備屋さんとか、いろんなところで、もし余ってるものがあれば、それを活用させてもらう方がいいかなと思います。このバンドが13ミリぐらいなので、塩ビパイプのカット幅は20ミリぐらいでいきます。この面は正確に出てる面なので、こちらをガイドとして当てる方にして、こちらカットしたところは上で使うようにしようと思います。専用のカットするものもありますが、Z ソー7寸目でカットしていきます。これ現状ではスカスカなので、ここに切り込みを入れてちょうどよくロックできる状態までカットしていきます。
この位置が完成ライン。で、ここから3ミリであったり、6ミリ。スタートを3ミリとか5ミリぐらいにして、掘り進めていきながら、最終ここで完成させるというストッパーです。いかがだったでしょうか？そんなに革新的な目新しいものではないんですけど、あれば結構便利なストッパーです。材料費もそんなにかからないし、加工もほとんどないので、トリマーを持っていて、トリマーの径に近いエビパイプが揃ったら、一度参考にして作ってみてください。今回の動画が面白かったな、ためになったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。